こんにちは。今回はスバルのレイバックに関して、売れ行き情報速報と、東京オートサロンで展示されていた STI モデルを紹介していきます。STI モデルは本当にかっこよかったので、お楽しみに。それでは行きます。Now loading。まず、レイバックのグレードについてですが、皆さんご存知の通り、リミテッド EX のみの1グレードです。このリミテッド EX グレードの売れ行き状況ですが、2024年1月時点で842台がすでに売れています。街中でもたまに見かけるようになってきていますね。そんなレイバックですが、全長 4770mm、全幅 1820mm、全高 1570mm、ホイールベース 2670mm、地上最低高さ 200mm となっていて、スバルのレボーグに対して、やや大きめの作りとなっています。ただ、車体のベースはレボーグを踏襲しているので、ホイールベースは同じく 2670mm です。そして、レイバックの特徴として、フォレスターやエクストレイル、ラブ4に対して、全長が長く、全高が低く設定されています。その理由は、レイバックのベース車両であるレボーグが、ワゴンレベルの全長であるからですね。そして、全幅については、フォレスターとほぼ同程度で、3ナンバーサイズの全幅であることがわかります。ちなみに、簡単にレボーグの紹介をすると、2020年のカーオブザイヤーで1位を獲得し、圧倒的な点差で王座を勝ち取っています。どのくらい圧倒的なのかというと、2位のホンダのフィット320点に対して、レボーグは437点で100点以上の得点差を出しています。最近のカーオブザイヤーの得点を見ても、スバルのレボーグの評価の高さが伺えますね。そんな素晴らしいレボーグの人気グレードってご存知でしょうか？圧倒的に人気なグレードは STI スポーツ EX です。車両価格が400万円を超えるこのグレードが、1万5000台以上売れています。STI のブランド力の高さが伺えますね。このレボーグの何が良いのかについても語りたいですが、今回はレイバックについてまずはお話ししたいので、また別の機会に紹介します。レボーグのグレードの人気傾向を踏まえて、レイバックのグレードを見てみると、現時点では、リミテッド EX 仕様しかありませんが、おそらく、STI グレードが存在したら、昨今の SUV 人気も合わさって、もっと販売台数が増えるのではないかと思います。それで、東京オートサロン2024に参加してみたら、レイバック STI パフォーマンス仕様が展示されていましたよ。私はあまりレイバック好みではなかったのですが、この仕様のレイバックにあって、一目惚れしました。こういう車欲しいなぁと本当に感じましたね。この車両は、リミテッド EX の車両をベースにして、STI のアクセサリーパーツを装着させているのですが、もう STI のグレードを増やしてしまっても良いと思いましたよ。では、詳細を見ていきたいと思います。まず、フロントですが、中央には LED エンブレムが搭載されています。フロントグリルも専用アクセサリーで、エンブレムとのセットオプションですね。フロントグリル LED エンブレムと呼ばれるようです。わがまま言うなら、フロントグリルに STI ロゴ入れたいですね。ヘッドランプとフォグランプはそのままで、特にカスタムをしているように見えませんでした。念のため、アクセサリーパーツも確認しましたが、特別設定されているアクセサリーはありませんでした。それにしてもこの LED エンブレムかっこいいな。そして、フロントロアには、LED アクセサリーライナーと呼ばれるシャフト等のアクセサリーランプが装着されているだけでなく、STI 専用アクセサリーである、STI フロントアンダースポイラーも付いていました。金属調シルバーとブラックが存在しますが、オートサロンでの展示車両では、金属調シルバーが装備されていました。それでは、車両サイドを見てみます。レイバックをフロントから見るとわからないですが、先ほどもお伝えしたように、全長が長いですね。ラゲッジスペースが見かけによらず大きいので、収納スペースが大きいのも魅力の一つです。ではまず、フロントサイドから見てみると、STI ロゴの入ったホイールが目立っていますね。シルバー、ガンメタ、ブラックの3色ありました。タイヤは、タイヤ幅 225mm、扁平率55、18インチでした。ファルケン製のタイヤですね。ボディカラーにもよると思いますが、ホイール色の中でやっぱりブラックはかっこいいな。また、ホイールは、少しモザイクかかったツヤ感でした。同じ黒でも反射の仕方で見え方全然変わりますね。タイヤの空気圧は、このように指定されていましたよ。そして、タイヤ周りのフェンダー可色として、ホイールアーチとリムも装備されていて、ボディカラーに合わせて、ブラックカラードになっています。未塗装部品が全く見当たらず、高級感がありますね。サイドロアには、
フロントロは同様に STI アクセサリーである、STI サイドアンダースポイラーが装着されていました。STI ロゴがあるけど、小さすぎて全然見えない。STI ロゴかっこいいから、もっと大きく配置してほしいな。ただ遠目ではすごくスタイリッシュでいいですけどね。そして、リアを見てみますね。先ほどの続きでいくと、まず、リアロアに、STI リアサイドアンダースポイラーと、STI リアアンダースポイラーが装備されています。その STI 専用アクセサリーは装備するなら、車両全周に装備すると統一感が出ますね。その近くには、STI パフォーマンスマフラーが装備されています。STI ロゴが入っていてしかも大きくてかっこいい。このマフラーは、STI アクセサリーなのも注目すべき点ですね。しかもよく見ると、デュアルマフラーなんですよね。そして、STI ルーフエンドスポイラーもついています。中央に STI ロゴがついています。アクセサリーだから仕方ないけど、STI グレードにすれば、あちこちに小さく STI ロゴをつける必要はなくなるので、STI グレード出てほしいなぁ。ついでに、リアコンビネーションランプはこんな感じです。では、続いてインテリアを見ていきますね。まず、目についたのは、スカッププレートでした。LED サイドシルプレートと呼ばれ、ロゴが光りますが、ボタン電池2個で点灯しているようです。ここに STI って文字入れて、赤く光らせたらよりスポーティじゃないか？フロアカーペットのオプション部品ですね。まあこれはよくある感じですね。そして、助手席前方のインパネには、おそらくスエード仕立てで、カッパーステッチの施されたパーツがついていました。写真で見ると少し黒っぽいですね。光の当たり方も影響しているかもしれませんが、展示会ではもう少しグレーっぽく見えました。では、運転席周りを見てきますね。先ほど紹介したスエードがいい味を出しています。では、運転席側から乗り込んでみますね。シフトノブを見てください。何か赤い文字が入っていますね。近づいてみると、中央に STI ロゴが入っていました。レボーグでも同じことが言えますが、スバルのシフトノブってなんでこんなにイケてるんだろうか。レイバックで STI アクセサリーを装備するなら、このシフトノブのアクセサリーは要チェック部品だと思います。そして、ステアリング周りも見ましたが、先ほど紹介したインパネ以外は、特にアクセサリーパーツは見当たりませんでした。ただ、イグニッションスイッチを見てみると、これ STI のロゴが入っているんですよね。アクセサリーパーツではないパーツがついていたということは、これ、本当にレイバックの STI グレード販売するんじゃないですかね。後出し発表したら、がっかりする人もいるかもしれませんが、ガソリン車でリセール性良いと思うので、まあ、数年後、中古価格が落ち着いてきたら、買い直ししても良いかもしれませんね。また、ドアも見てみましたが、リミテッド EX との差異は見つけられなかったです。ここもスエードにしてほしいな。ということで、今紹介した通常アクセサリーと STI スポーツパーツをそれぞれ分けて、車両として総額いくらになるのか試算してみました。まず、車両のベースはリミテッド EX なので、車両価格399万3000円を起点にします。そこから各アクセサリーパーツの値段を加算していくと、このようになります。そして、最後に STI スポーツパーツの価格を加算していくと、このように積み上がり、総額512万8156円であることが分かりました。500万円超えてしまいましたね。数値が細かくなってしまっている要因は、ドアミラーカバーの価格のせいですね。ドアミラーカバーのオプション価格は1万3376円です。なんでこんな価格設定にしたんだろうか。STI のブランド力は高いため、レイバックの STI グレードを期待している方は多いはずです。反響があれば、より STI グレード採用の期待度も上がるので、ぜひ皆さんコメント欄でポジティブなコメントをお待ちしています。それではまた。